さかなクンチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。とても嬉しいです。今回はこの大好きな筆ペンでキャンバスにエビスダイちゃんを描きたいなと思ってます。準備の方はよろしいでしょうか。ギョイ3, 2, 1. ギョイおっとエビスダイちゃんエビスダイちゃんエビスダイちゃんです。はい、ありがとうございます。ちょっとすみません、ちょっと墨が垂れてきちゃいました。ごめんなさい。正面から見た顔がとっても可愛いんですけど、全体的な形がとってもかっこいいお魚ですので、全体の形も、見えつつの、正面に近い顔で描かせていただきました。恵比寿様が持ってらっしゃるから恵比寿鯛っていうなったという説があるみたいなんですね。実は恵比寿鯛というのは日本産で4種知られていまして、恵比寿鯛、貝恵比寿、ヒレダカ恵比寿、オキ恵比寿という4種がいます。とても近い仲間の分類なんですが、恵比寿鯛は側線の上に鱗が3列半並ぶというのが特徴の一つであります。鱗の数が1列少ないと貝恵比寿という種になるんですね。ですので側線の上に3列半の鱗をちょっと意識して書いてみました。はい。魚種魚病で本当は恵比寿鯛ちゃんとかちょっと文字も入れたかったんですけど余裕が全然なかったです。はい。私さかなクンが初めて出会ったのは確か小学4年生か6年生ぐらいだったと思うんですけど、神奈川県の大磯にある釣り具屋さんでした。60センチぐらいの水槽がお水の中に置いてありまして、あ、水槽がある、どんな魚が泳いでんのかな、わあすごい、アマダイちゃんのこんなちっちゃいの初めて見た、クロダイちゃんだ、キダイちゃんもいる、すごいなと思った中に6センチか7センチぐらいの真っ赤な可愛いお魚がつぶらな大きなお目目で微笑んだような可愛い分厚い唇でドーンとこっち向いてんですね。なんだなんて可愛いこのお魚は何だろうと最初何のお魚かすぐパッと分かんなかったんですね。だけどそのお魚が一瞬横を向いた時にエビスダイだ。お魚というのは図鑑では基本的には頭を左に向けて側面のお写真か絵で紹介されています。正面からお魚の紹介っていうのはなかなかないんですね。でそのエビスダイちゃんがドーンとこう正面向いて僕はエビスダイ大とですね言ってる感じで可愛い。すいません、このエビスダイちゃん譲っていただけませんか。釣り具屋のおじちゃんに聞いたんです。そしたらおじちゃんがですね、坊やごめんな、この魚はなうちの子がね船で釣ってきたんだよって、みんな可愛がってるから売ることができないと。そうですか。だけどこんな可愛い正面顔なんだエビスダイちゃんはと、その時初めてお魚を正面から見るとこんなに可愛いんだなということに気づきました。で時が経ち高校を卒業して動物の専門学校に入った時に水族館の仕事を学ばせていただきたいと佐山先生にだったら静岡県にある東海大学海洋科学博物館がいいんじゃないかと。佐山先生、東海大学海洋科学博物館様は私の小学生時代の遠足で伺った思い出深い大好きな水族館ですと。そして実習させていただいて初日からバンバン怒られて
転んだり餌をドーンって落っことしちゃったりですね、その時に落ち込んで自分はなんておっちょこちょいなんだとですね、とぼとぼしてると真っ赤なエビスダイちゃんが3匹並ぶ水槽にいたんですね。いつも「あ、エビスダイちゃん!」と、そしてエビスダイちゃんが「こんな大したことないことで悩んじゃダメだよ」って「僕らは深海でじっくりじっくりこうやって大きくなったんだよ」って「厳しいことはいっぱいあるけどニコニコしなさい」って感じでですね、あのお顔を見てると、なんか将来こういういつもニコニコしてるそんな方と一緒になったらなんか嬉しいなっていう気持ちはなんかあったんですね。やっぱり人間も怒った顔よりはニコニコってこう可愛いお顔がいいなと。ところがですね、エビスダイちゃんで手出すとチクチク痛い痛い痛いってあっという間に出血です。全身がトゲだらけで、背中の12本のトゲ、お腹の左右一対のトゲ、お尻にあるトゲ、えらぶたにもトゲがあってですね、もうどこ触ってもチクチクなんですね。ですので素手では触っては危険なお魚さんなんですね。可愛いエビスダイちゃんにもトゲがあるの巻でございました。ありがとうございます。伸びました。